池田トムさんです。池田トムです。愛をさらばビットサミットメディアアワード受賞おめでとうございます。トロフィーって違う、これ花瓶じゃん。あ、俺の描いた。自分の描いた絵がノベルに登場したりとか。車って分かってくれるんだ。すごいですね。あんなポンチ絵で分かるんですね。娘が絵を描いても見せてくれない。でもお絵描きが好きなんです。絵を描いて AI が返してくれるっていうシンプルなものを作って彼女にテストプレイを依頼したんです。一晩で70枚描いたんですよ。おー。黒帯チャンネル。皆さんこんにちは。黒帯ゲームズの丹沢です。今日の黒帯チャンネルは素敵なゲストをお迎えしてお届けしてまいります。今年3月に会社を設立されて新作愛をさらばを発表されました渦株式会社代表取締役でゲームデザイナーの池田トムさんです。池田トムです。あれなんかすごいぐるぐる目になってますが。そんなことございまそす。れ前見えてるんですか？本日はよろしくお願いいたします。そっちじゃないです。よろしくお願いします。というわけでね、愛をさらばビットサミットメディアアワード受賞おめでとうございます。ありがとうございます。ね、どっちを見てるんだろうな。話しにくいんで撮っていただいてもよろしいですか？大変失礼いたしました。いやいやつけております。はい。ということでね、すごく注目されてましたけども、僕ね、会場に行けなかったんですけど、知り合いということで眩しいなと思いながらニュース記事拝見しておりました。今日はそんなタンタンさんにお賄賂を持ってきました。マジっすか？はい、愛をさらば限定 T シャツ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すごい、やっぱグッズ作りますよね。限定ステッカーも持ってきました、ありがとうございます。これはビットサミットで配られたんですか？ありがとうございます。いただきます。改めておめでとうございます。いえいえ、とんでもございません。ありがとうございます。メディアアワードってどういう賞なんですかね？今回撮ったのが、ガジェット通信さんが選んだ一作っていうことで、ガジェット通信さんの注目していただいた作品です。はい。ガジェット通信さん、ありがとうございます。おめでとうございます。はい、実はね、僕と池田トムさん出会ったの結構昔で、20年くらい前ですかね。そうですね。この番組にもね、登場していただいた木村義郎さんの家ですかね。木村さん、どっちだ？あっちの方に住んでるかな。木村さん。ずいぶん前なんですけど、明大前に木村さんが大きい家を借りてて、みんながあそこでよく宴会をしましたよね。懐かしいですね。そこで出会ったんじゃないかな。あの時は飲み会もしましたけど、何をやって遊んでたかっていうと、連漫っていうね、漫画を紙に一コマずつ無言で1対1で書いていって、1枚でオチまで書くっていう。へーってね、やってたじゃないですか。昔からね、お絵描きしたりして。お絵描きして遊んでますね。遊んでましたね。トムさんデビュー作がルールオブローズにプランナーで参加。懐かしいですね。はいはい。20年前ですよね。PS2 ですもんね。はい。実は僕が全く同じ時期にプランナーで落書き王国2をやっていて、発売も2024年で同じ年だそうで、プランナーとしてデビュー戦をやっていた時が同じ時期マスターとかを迎えてたんじゃないかっていう感じ。あ、じゃあ運命ですね。そうですね。はい、その後、会社作ってみたいな、今の流れも結構似てるなっていうところで、共感度が高いなということで、ありがとうございます。今日面白い話が聞けるんじゃないかと思ってお呼びしました。面白いぞ。面白いぞ。今回、愛をさらば、この後ね、プレイしながら話させていただくんですけど、なんで気になったかというとですね、デビュー作の落書き王国もそうなんですけど、その後、落書きキングダムっていうスマホとか iPad で遊べるアプリも手伝わせていただいたりとか、そういうお絵描きゲーやってきた経緯があるので、お絵描きゲーって作るの面白いところはあるんだけど、ユーザーさんが触る部分がすごい自由じゃないですか。普通のゲームって右行くか左行くか3択用意してどこ行くかみたいな分岐作ったりっていうのはしますけど、僕らの想像の範囲内で遊んでもらってるっていう範囲大きいと思うんですけど、各ゲームとかって何を書くか全然わかんないし、いろんなものを想像していろんなところへの受け皿用意しなくちゃいけないとか、遊ぶ人の属性ですよね。書くのが楽しいとか自分でクリエイトするのが楽しいってあんまり多くなかったりとかして、それを見るのが楽しいっていう人は多いですけど、結構いろんな悩みがあるんじゃないかなと思って、いろいろ今日話をしたいなと。お絵描きゲーを作る仲間としていろいろ話を聞きたいなということで今日来ていただきました。ということで実際プレイして話させていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速プレイしていきたいと思うんですけど、結構音楽もいい感じですけど、これは音楽はどなたなんですか？中村隆之さんというサウンドデザイナーさんが作ってます。全部？そうです。よいしょ。あんまりまだ触らないようにしているんですが、お願いします。キャラセレですよね。はい。誰がおすすめなんでしょうか？3体いるんですけど。3体いる。難易度が違うんですね。そうなんですよ。難易度があって、左の愛ちゃんが一番簡単ではあります。簡単とはいえ結構難しい。結構難しい。はい。はい。愛ちゃんの物語を、サインするんだ。OK。
よし。かわいい。さあ、行きます。えい。いや、こんにちは。君が絵が描けるいいねしたらどうなんだろうな。ちょっと。あ。聞きたい。アートは全部野口さん。そうです。なんですかね。野口さんと、はい、あとは渦島さんという方が。はい。そう、これなんか、結構怖いこと言いますよね、はじめね。この先未来では自由に絵が描けなくなります。ペンの所持は違法。悲しい未来が来ていると。これストーリーは、トムさん。はい。この演出いいですよね。ぐるぐる回る。さあ、一枚でも多く絵を描き、みんなに届けたい。子供が喜ぶ顔にしてくださる？子供が喜ぶ顔？喜ぶ顔。ノベルゲームなんですけど、はいはい。ちょいちょいこういうお絵描きパートが入ってくるっていうのが特徴です。はいはいはい。はい。で、判定される。これ判定は何がしてるんですか？ここが売りで AI を作ってみました。AI さんが、はい、ギリギリ。描いた絵の絵心を判定する AI。はいはいはい。で、このテキストは AI が。そうです。今描いた絵に対して AI が評価してます。子供受けする顔を意識した描き方はまずまずの評価よ。表情は楽しげで細かい線や模様がユニークで子供たちに受け入れられそうだけど、もう少しチャーミングさが欲しいわね。とはいえ基礎はしっかりしているから今後の成長に期待したいところよ。おほほ。鈴木さんがね、おつぼねさんが今評価してくれたんですね。鈴木さん。ね、おほほって言って。まあ普通の笑顔ね。おほほ。AI をさらば。勝利を。これテーマみたいなのは結構ランダムなんですか？そうですね。オムニバスで展開するんですけど、主人公がいっぱい出てきます。はい、いろんな時代のいろんな主人公が。じゃあさっきの3人以外も追加で出てくる、はい、そうですそうですそうです。全員が絵師で、RPG でいう勇者を今回は絵師にしてみました。ああ、じゃあそれぞれの人のそれぞれの絵を描く物語が展開するってことなんですかね？そうです。剣とか魔法使いとか、そういうのに代わって全部ペンにしてると。筆を使ったり、機械だったらレーザーを使ったり。はいはいはい。何？全然読んでなかった。笑えるトロフィー。笑えるトロフィー？笑えるトロフィー難しいな。トロフィーってそもそもどういうもの？なんか、こういうやつ？なんかこう、違う、これ花瓶じゃん。まあいいや、ちょっと笑えるようにしちゃえ。怖い、怖い、怖い。笑えない、全然。上手。まあいいや。これでちょっと行ってみよう。これ喋りながらやるの難しいですね。無言になっちゃう。もういなくなってる。絵を描いていた。生の絵なんて生まれて初めて見たかも。これ、愛ちゃんの方に。なんか怖い、この人。俺の描いた。自分の描いた絵がノベルに登場したりとか。なるほど。お話がちょっと分岐したりとか。ボスアートバトル。はい。そんな感じでお絵描きが入ってきます。これ難しい。これむずいやつです。むずいやつ。欲しいもの。欲しいもの何？考えてる時間ない。もうちょっとちゃんとここ。よいしょ。でかい、この車。こんなちゃんとした車じゃなくていいんだよね。こんな感じです。車。ちょっと適当すぎる。これダメかもしれない。おー、すごい。ジャスト。クリアした。
その滑らかなラインと同感、まるで自由を求めて走り出すようだね。心の欲望が形を成した瞬間に思わず息を飲んでしまったよ。特にこの車、車って分かってくれるんだ。車は欲しいものとしてのシンボルを見事に表現している。君のセンスには脱帽で愛するもの。すごいですね。車ってあんなポンチ絵で分かるんですね。そうそう。この自由を求めて走り出すとかもね、この表現いいですよね。はいはい。これは AI に教えてるんですか？こういう感じでっていう。へー。お、なんで絵を禁止したんだ。AI に禁止されたんですね。はい。なぜさおは見ると犬寝る床でお上はいはいはい。この AI と戦うみたいなのはこのキャラクターだけのストーリーって感じなんですか？でもこれが中心となる基本的なお話。どうやって AI と戦うかっつうと、いろんな世界のいろんな時代の絵師の話があったよね。はい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 。いうことで過去に遡って、なるほど。世界の絵師を体験しようと。そんな感じですね。はいはい。これで違うステージに行くっていう感じなんですかね。はい。お絵描きを AI で判定するゲームにしようとしたっていうきっかけってあるんですか？はい。2つあって、1つは単純にこの業界で仕事してて AI やばいなというのがありました。本当便利だし、僕 AI なしじゃゲーム作れなくなってるし、いろいろな仕事の AI によっていいところも悪いところもあるなと。でもどうせあるんだからなんか作りたいなっていう気はしてて、面白くできないかなと、なんか料理できないかなっていうのが1つ。もう1つは非常にプライベートな話なんですけど、娘がありまして、娘が絵を描いても見せてくれない自意識がちょっと生まれてきちゃってて、ちょっと恥ずかしいみたいなことですか？そうなんですよ。きっとそうで、ランドセルの奥の方にぐちゃっと素敵な絵なんですけど描いてたりとか、自分の描いた絵も隠して見せてくれないみたいな時期が結構長くって、でもお絵描きが好きなんです。裏の方で描いてるなっていうのが分かってて、ただ見せるのが嫌だって、なんか珍しいな、今時なのかなみたいな。どうだろう。でも僕も結構子供の時絵描いてましたけど、親に見せてって言われるとやろよっていう感じだったような気がしますね。やっぱりこう上手な絵がたくさんあるし、SNS もそうだけど、自分の絵なんてみたいなの結構あるみたいで、あんまりそういうのも良くないなっていう、そういうのがあって。なんかちょっと思うのが、僕小学校の時クラスの中ではやや絵うまい方だったんですよね。学級新聞の挿絵とか進んで描いてたんですよ。それって今みたいに SNS とかが発達してて、うまい絵いっぱい見ちゃうと恥ずかしくなって見せられなかったかもしれないですけど、平均値が低いじゃないですか、クラスの中での絵のうまさなんて。その中である程度いい気になれてたとか自信持ててたみたいなとこあると思うんですけど、今の子ってちょっとかわいそうなとこありますよね。きっとそうだと思う。そこで思いついたのはさっきの AI の話で、 AI は対話する求めていろいろ恥ずかしい質問とか僕らもするじゃないですか。そうできるんですよね。生々しいこととかも聞いちゃう瞬間あるじゃないですか。あれなんでこんなこと友達にも言えないようなことをめっちゃわかる。 AI には言えてるみたいな。でしかもそれに対して笑ったりせずに真摯に返してくれたりするから、それが結構絵描きに似てるんじゃないかな。そういう着想で作りました。で絵を描いて AI が返してくれるっていうシンプルなものを作って彼女にテストプレイを依頼したんです。それで面白かったら作ろうかなぐらいの軽い考えだったんですけど、一晩で70枚描いたんですよ。2時間ぐらいずっと描き続けるぐらいなんですけど、次の日ローカルデータにバーッと70枚が並んでるのを見た時に、いいものをもしかしたら作れるんじゃないかなと思ってスタートしました。それがきっかけです。なるほど。今腑に落ちました。生成 AI とかが叩かれたりとかして、絵師と AI って敵対する存在みたいな風潮あるじゃないですか、SNS とかで。そういうところから来たのかなって思ってたんで、親和性っていうか AI と絵を描くことっていうのがマッチしたところに面白いことがあるっていう、地に足ついたところから来たんだっていうのが今すごい納得しました。嬉しいです。そういうコンセプトのゲームなんだってとこ聞いた上でもうちょい遊ばせていただきたいと思います。やっちゃえ。愛は強い絵師だ。2117年に実在するんだ。はい。そうか、これ自体は未来の話なんですもんね。はい。すごいな。逃げながら絵を描き続けてですね。こういうのもあんだ。コップに落書きを
コップか。どういうコップにしようかな。かわいい感じ。これがやっぱ耳だよね。やっぱね。やっぱここに、こう、飼ってるといいんじゃないかね。ちょっと真面目な感じ。四角いから、やっぱ、こう、ちょっと真面目な感じですよね。これも書けるのか。あ、書けた。いい。こういうお題系も面白いですね。落書き王国の時に、クリアしました。お題系やんなかったんですよね。そうするとフリーなところに何でも書いていいよって言われるとみんな何も書けなくて、落書きキングダムの時に工夫したのは、もうすでにある形にシールを貼るだけとか、顔だけ書くとか、ポイントを絞ってテーマ与えるみたいなやつやったら結構ちっちゃい子でも遊びやすいみたいなところがあって、そう、これはね、大事なんですよね。物語として、生活必需品に絵を仕込むっていうのが、この愛ちゃんの話なんですよね。結構こういうところに、仕込んでいこうと。ノベル中心に入れていこうかなと。仲間にしたい女性。難しいな。とりあえず女性を描こう。女性を描きつつ、仲間にしたい。魔法使いしよう。魔法使いの女性。時間がない。魔法使いはちょっとどう考えてる、仲間にしたいですね。空いてるところ。そこに書くのね。すごい。これすごいですよ。本当ですか？愛らしさと独自の魅力が漂っています。表情やポーズが見る者の心を捉える優しさを表現して、デフォルメになっちゃうね。スタイルが親しみやすさを生んでいます。全体的に人物の書き込みや芸術的な感覚が感じられ、ありがとうございます。見る人に素敵な一枚となっている。ちょっといい気になってくるぞ。前飲んでた時に話したんですけど、僕的には縦書きモードがぜひ欲しいんで。わかりました。そう。特に人書くとき、落書き王国もそうだったんですけど、落書き王国ってもう PS2 だったから、絶対縦書きってできなくて、みんな顔書くと体書くスペースがなくなっちゃうみたいなことがあって、うまいね、イラストレーターさんとかその辺のバランス初めから考えながら書けるんですけど。わかりました。超縦書きで。縦書き。AI が書いてくれるようになっちゃうと、書く人自体が減っちゃうと嫌だなっていうのは思いますけど、さっきのお話聞いたみたいに、別に言われてるわけじゃないのに70枚書いちゃうみたいなのがあると希望がありますよね。みんなね、書くこと自体は生きることと直結してるっていうか、別に職業だから書く人だけじゃないですしね。書くの楽しいですからね。そうですね。僕らも周りにプロの絵描きさんがいっぱいいるじゃないですか、このゲーム業界って。プランナーとかも絵描かなきゃいけない時ありますけど、最終的には上手い人に任せてフィニッシュすればいいやみたいな。でも自分も絵描きたいなって思う瞬間があったりとか、そこを我慢しちゃったりとか、それは自分の役割じゃないからみたいな、閉ざしちゃうっていうところあると思うんですけど、子供のうちはね、誰が上手いとか比較しないで、どんどん好きなものを描いたらいいよねっていうのは、おっしゃる通りだし、大人になって、絵描いてって言われることまずないじゃないですか。あんまりないな。確かに僕ボードゲーム結構やるんで、フィクショナリーとか絵描く系のボードゲーム結構あるんで。タンタンさんだけですよ。僕らないし、特にゲームクリエイターじゃない人たちとかってかなりないと思うんですよね。銀行員とかになって急に絵描かなきゃいけないとかあんまないですもんね。犯人の絵をね、犯人の絵描かないといけない時とかもありますよね。なかなかないところをフィクションでね、ゲームっぽく遊ぶっていうのもオツなんじゃなかろうかと。なるほど。ちょっと待って、これやりたい。卵か。中心に寄せたいね。これなんかちょっとなんか髪の毛いるだろう。ちょっと怒ってる感じしよう。ちょっとげっそりさせちゃえ。げっそりしてるんだ。ちょっとこれ60いかない気がするな。なんで？何が評価される？どういう評価なの？可愛いキャラクターが生き生き登場したみたい。あなたの創造性がキラキラ輝いているよ。楽しさが伝わってきて、見る人も思わず笑顔になっちゃう。落書きには豊かな想像力と温かさが溢れているわ。ちゃんと落書きってね。そうですね。触れてるところもね、タンタンさん。落書きっぽさが怖い。ドキッとするね。あった。
うんいろいろ書かせていただいたんですけど、今何バージョンっていう感じなんですか？体験版？体験版ですね。体験版。実際プレイすることができるので、皆さんね、ぜひ興味あったらすぐ Apple Store とか、Apple Store だけ？ Apple Store だけです。Apple Store で落とせるので、ぜひね、プレイしていただきたいんですけど、この後、クラウドファンディングとかやって、どんどん最終的なバージョンに向けて頑張っていくと思うんですけど、どういうものが追加されたり、どういう遊びが増えたりするんですか？いや本当にね、うんもう夢しかない、未来しかない話なんですよ。これはいはいはい。とりあえず遊べるようにしたぐらいのものなんですけど、まあね、アイディアがたくさん膨らむんですよ。はいはい。以上です。まだ秘密ってこと嘘嘘。ちょっとだけでも教えてください。クラファンのキャンプファイヤーのページにもうんうんいろいろ記載してあるんですけど、イベントモードとストーリーモードって2つ分けて作ろうかなと思ってまして、はいはいはい。ストーリーモードはストーリーモード。これがストーリーモードで、うん。お話がどんどん展開していく、うんその間に落書きが入っていくっていうものと、イベントモードっていうのがもっとユーザーがいっぱい体験できるミニゲームみたいなものが集まってるようなやつ、おもろいなと思って、はいはい。左から右にどんどん新しいお客さんが来て、そのお客さんの似顔絵描いたりとか、似顔絵も面白いですね。お客さんのお題をいろいろこなすっていう、うんそんな感じのことを本編では作りたいなと思ってます。AI ももっとパワーアップしたりするんですか？ AI ちゃんはいい感じになってきて、もうこれからは遊びの方を。なるほど。じゃあこの AI を使ってどんな遊びをこの上に乗っけていくかみたいなところが増えていくって感じですかね。そうですね。あとは世界対応ですね。言語が違うとなかなか難しい問題があるので、そのあたりはテックが、はい、頑張る必要があります。色は追加されないんですか？色ね、ちょっと考えてます。うんちょっぴり考えてます。めちゃあんくちゃまり増えるとちょっとね、難しくなっちゃうとこありますもんね。認識が難しい。だけど、うんカラーも少しだけ考えてます。はいはい。なんで色聞いたかっていうと、ヨーロッパのちっちゃい子とかって太陽を黄色で描くじゃないですか。日本の子って赤で描くじゃないですか。そういうところとかもデータが取れたりしたら面白いなみたいなのむっちゃわかります。思ったんで、色のことをお聞きしました。はい。ゲームの紹介ありがとうございました。まだね、触りの部分だけだと思うんですけども、現在、クラウドファンディング実施中ということで、このあたりご案内いただいてもよろしいでしょうか？はい。今、クラウドファンディングキャンプファイヤーで9月の末まで、実施してるんですけど、はい。これが達成されると、いろんな面白い機能が続々と追加される予定になっております。はい。さっきのね、愛ちゃんのストーリー拝見したんですけど、こういうキャラクターもどんどん増えていくってことですね。そうです、そうです。本当にいろんなことをやりたいなと思ってて、例えばストーリーにせよ、グラフィックにせよ、いろんな人がいろいろコラボしやすいなとなるほど。思ってまして。じゃあ、愛ちゃんはトムさんがシナリオを描いたけど、他の人が描いたり、絵が別の人がデザインする可能性もある。そうですね。今のシナリオでもいろいろな人が作ってくださってしてるんですけど、入りやすいお話なので、この絵師のお話はこの人にお願いしようとか、僕も描きたい。すごい有名なグラフィッカーを当てますよとか、じゃあタンタンさんに一つ残してるんで、一緒にやりましょう。やりましょう。ぜひクラファン覗いてください。はい。というわけでね、告知などはね、概要欄にも載せておきますので、こちらの方もご参考になさってください。今日はトムさん、ありがとうございました。楽しい時間でした。今後もね、開発頑張っていくと思うんですけども、残り期間も頑張ってください。というわけでね、ゲストは渦株式会社の池田トムさんでした。落書き王国の国民に次ぐ愛をさらばに清き一票をよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。落書きのファンの方、クロッカーのみんなもね、絶対面白いと思うので、ぜひね、遊んでいただければと思います。というわけで、黒帯チャンネルはゲーム業界の話やゲームの作り方など、ゲームに関するいろんな話題をお届けするチャンネルです。面白かったという場合は、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。また、こんなテーマの話を聞いてみたいなど、リクエストありましたら、コメント欄にお願いします。ではまた、次回お会いしましょう。次回お楽しみに。さよなら。いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。じゃあねー。